back! はい、お帰りなさい。さあ始まりました。プチ沖縄トーク。かなさんただいま。お帰りなさい。お疲れ様でした。ありがとうございます。素敵なねコメントもたくさんいただいたみたいなんですけれども、はい。いかがでしたか？いや、とっても楽しそうだったし、私も連れてって思いました。じゃあ今度ね。ロケ日和でしたよね。はい、本当にね、天気心配してたんですけれども、時々曇ったりはしてたが、割とね、最高な映像もだったし。よかったです。ありがとうございます。一番マンソンさんは何が印象残ってます？そうですね。やっぱり琉装の着付けっていうのがもうそれだけでも十分貴重な体験ではあるんですけれども、それをちゃんと博物館で勉強した上で、琉装とは何なのかってある程度、知識をつけた上で着るとまた深みが違うし、その味わい方も違うなっていう、その体感の感じが、だからその流れである程度勉強した上でそれを遊びにつなげるっていうのは、やっぱり何事もいろいろちょっと知った上でやった方がその奥行きが見えてくるなって思いましたので、それが印象的かなと思いました。なんか一つ私気になったんですけど、はい、何でしょう？オープニングの挨挨拶あれ好きじゃないの？あれいいのかな、ああいうスタートいいのかなって思ったけど、結構お気に入り？マンソンさんお気に入りですっていうあとやっぱりね、これぐらいがインパクトがあって皆さんに馴染みやすいかなと思っていずれね小学生とかの皆さんが真似してくれるんじゃないかなって期待してますので。なるほど。まあそれを言えばね、終わりのそうSee you see さっていうのもあるんですけど、それマンソンさんでも思いついた時、やったぞってちょっと思ったでしょ？やったけれども、思いついた直後に、これはちょっとね秘密話になるんですけれども、思いついた直後にもう一つ思いついたんですよ。何See you see さの次に、これよしこれいいの思いついた、これで決定って決めた瞬間に、でもこれもある。本当？何？いいですか？聞きたい。皆さんも聞きたいよね。僕ちょっとその動きがあんまり上手ではないのであれなんですけど。動きもあるんですか？動きがあるんです。あれも動き込みで挨拶できるからいいかなと思って。お願いします。いいですか？カチャシユー。すごい。なんか一発ギャグみたいになってる。でちなみに僕もう決めれなくて、その2つの中で全く決めれなくて、シーユーシーサーとカチャシーユーで決めれなくて、クリスタルさんとディレクターさんにちょっと意見を聞いたんですよ。もうこのどっちも考えてます、もう全く決まらないのでお二人どう思いますかとしたら、そう2人とももうシーユーシーサーにもう 2票入りましたので、カチャシーユーが却下されましたけど、この場でそれを紹介できたのはちょっと嬉しく。よかった。何回かあったらちょっとね出してほしいです。そうですね。もう誰も知らずに葬られたという感じにならずによかったです。ちょっとこれからもロケ期待してますね。ありがとうございます。面白コメントを期待してますね。ありがとうございます。これから期待してますって言われれば、これから逆にロケとかでやってほしいこととかってありますか？ロケでやってほしいことは工芸体験とか。シーサーの絵付けとか、ちょっと2人のセンスが見れるような。シーサーの絵付けって何？シーサーに餌をあげる。餌やりでしょ？違いあますよ、マンソンさん。絵付け色をね塗るね。そうもう知ってるくせに。いやでも一周分かったけど、一周頭の中でなかった。絵付けってなんかしつけみたいに聞こえちゃって。なるほどね。本当に今回パイロットではあるんですけど、とりあえず7月やってうまくいけば10月から本格スタートするんですけれども、もちろん10月からスタートしてれば八幡通りはもちろん候補に入ってますよ、自分の中では。よかった。あそこで大好きなレストランもありますし、琉球料理のとても素敵なところがあったり、いろいろね回りたいものはあるので、その中で八幡はちゃんと入る。ぜひ楽しみに。平和通りとかのアーケードとかそこら辺も考えてたりとか、いろいろそういうのおじいおばあとのユンタクとかもしてほしい。そうですね。でも本当にこの番組って逆にネットだからこそできることがあって、もちろんこういう沖縄紹介のロケもありなんですけれども、それは基本でありだと思うんですけれども、例えば人っていうのも文化の一つだと思うんですよ。だから普通に街中インタビュー的なものだったりとか、人の意見だったり視線を通しての文化も分かってくるものもあると思いますし、逆に正直な話、自宅訪問もありだと思ってる。
いいかもも。う一日沖縄の普通の家族と一緒に過ごすみたいな、うちな料理とか食べて、家そう庭料理を食べたりとかね。家庭料理とかそのお手伝いしたりとか、うんうん逆に何かの行事の時でもいいけれども、そういうのはね、もちろんテレビなどでいう一般的なロケもあると思うんですけれども、取材的なロケもあるんですけども、こういうネットならではのものももう少しラフに入れてもいいかなと思ってるので、それももちろんね実現したら10月以降にはなりますけれども、うちのシーミーに来ていいよっていう方ね、メッセージそうをねください。それもメッセージといえば、はい、そうなんですよ。実はねこの番組でね、視聴者の皆さんからのお便り、メッセージ質問を、お待ちしているんですけれども、もう始まったばっかりなのにすでにねそうなんですよ。何件か届いてて、今日届いてるのではその中の1件を紹介したいと思います。はいかなさんお願いします。はい、ハエバルのクイナさんからいただきました。ハエバルクイナ、ヤンバルクイナじゃなくてハエバルクイナ。ハエバルクイナだって。面白い面白い。ネーミングねバッチリ。新しい番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。ハエバルクイナさん。これまで長年バンソンさんがテレビでやっていた番組をずっと見ていて、終わるのがすごく悲しかったけれど、こうやってまたネットで新しい番組をスタートしてくれてとても嬉しいです。ありがとうございます。第1回目をすごく楽しく拝見させていただきました。楽しく撮影させていただきました。でテレビでの相棒の美岡さんがいないのは残念ですが、長峰香奈さんの大ファンですのでありがとうございます。この新しい組み合わせにも大期待。今度ぜひうちのハエバルにもロケに来てください。お、いいですね。いろいろいいところがありますよ。いや本当にね、今回かなさんと一緒にこうやってスタジオでこういう感想を言い合ったりとか、万人としてね、そう万人として万人ですからね、もうシーサーに負けないぐらいの万人ですからね、感想を言っていただくんですけど、今後もいろんな方分野によってとかに万人として、登場させていただくと思ってる中で、もちろんもう大仲良しの長年一緒に番組やってた美岡さんにもお声掛けしたんですけれども、現段階でちょっと今のところはちょっといろいろね、大人の事情といいますか、契約の関係だったり事務所の関係があって、現状は美岡さんまだちょっと出れない形ではあるんですけれども、いつか登場してくれるかもしれないし、読谷出身なので読谷に行く時ちょっと案内役としてもね、いいですね、考えられるので、でももう本当にもう素敵な相棒2人と新しい企画をスタートしたので、それねぜひ皆さんもう見守っていただきながら楽しんでいただけたらなと思います。でももう早速のお便り、本当にありがとうございます。もうね、ハイバルクイナさんのネーミングもすごいいい感じです。覚えました。私ももうこれからもね、皆さんからのメッセージを募集しておりますので、もうこの番組のメールアドレスも作りました。プチ沖縄トラベラー @gmail.com、 もうこの辺にも出すと思いますけれどももうぜひねたくさんもうメッセージを送っていただき、今後読ませていただくことがたくさんあると思いますので、ぜひぜひどしどしと送ってください。よろしくお願いします。かなさん、ぼちぼち、このプチ沖縄トーク第1回この辺にしたいと思いますけれども、記念すべき第1回目でしたね。万人としての言い残すことはありますか？言い残すことって万人っていうのがすごい重いんですけど、役割的にはね軽くなんか楽しい感じで万人って考えてつけた。でも本当に一視聴者としてすごく楽しい VTR に仕上がってたので、2人が次どこに行くのかなとかすごい楽しみだし、私の地元沖縄市にも来てほしいなとか思ったりとか、お店もすでにあるので、それも候補に入れてますので、とりあえず来週はですね、もうロケ第2回になりますので、お楽しみに。 See you シーサー言っちゃったもう染まっちゃったね